お違いになるのかしら。8つよ。あら、どう様 69？ ええ。ねえ、そうするとお母様立つかしら。そう。私より見回り上の立つ。ねえ、お父様の還暦の上からもう8年になるのかしら。そうね。あんたあの時まだこれくらい。私はまだ女学校。お姉様あの時空色のリボンつけてらしたわね。よく覚えてるわね。つまんない。だってとてもよくお似合いで素敵だったんですもの。私も早く女学校入ってああいうのつけたいと思ってたのよ。それが女学校も過ぎてもうじきお嫁さんですものね。お母様の還暦無理ないわ。そうね。その時分まさか和子さんがうちのお兄様の奥さんになると思わなかったわ。そりゃそうよ。私だってあなたにお兄さんがあるとは知らなかったもん。そうとしてら付き合い変えた。うん、付き合わなかったかもしれない。こんにちは。あら、いらっしゃい。こんにちは。ごきげんよう。てっちゃん、よいちゃん来ました？ええ、さっき。あ、そう。私ちょっと寄り道してきたもんだから。先日は。さっきこそ。あら、いいわね、加藤さん、その帯。それ？この間大阪の人の方が見えたの。その時のお土産よ。そう？お姉様の？これ、お母様の下がり。お母様は22歳の時ご指名になったのよ。ずいぶん地味ね。昔はせっちゃんぐらいで閉めたのね。あ、写真屋さん来てんのね。ええ。しゅうちゃんのラーカじゃないの。ええ、小兄様の映ったり映らなかったり、お父様に信用がないのよ。お父様わざわざ九段からお呼びになった。あ、そう？もう皆さんいらした？ええ、お揃いよ。お姉様は一番と。あら、そう？ちょっとごめんなさい。お母様にご挨拶してこよう。和子さん、みっちゃんは？おばあ様だったと。お母様お今にいらっしゃいます。あ、そう？こんにちは。いらっしゃい。しばらく。ごきげんよう。この間あれからどうなった？いや、まっすぐ帰りました。ゴルフのバッグ持ってちゃどこにも行けないだって。そうそうか。それでどうしたんだ。2番間違えちゃった。で、ヤンガシスタイズ3 years younger than meっていうのね、私の妹は私より3つ年下ですっていうのね、僕はね、私の妹は3つで私より若いって書いちゃったの。それは少し違ったな。ねえおじい様、ダメ？少しは先生お手くださるかしら。さあ、どうかね。ねえおばあ様、ダメ？さあ、どうでしょう。こんにちは。いらっしゃい。よお父様、しばらくご無沙汰いたしております。いや、こちらこそ。お変わりもございませんで。いや、ありがとう。お母様、本日おめでとう存じます。ありがとう。また先日はいろいろお祝いをいただいて、早速仕立ててきたんですよ。どう？みっちゃんのべべのようでしょ。ねえおばあ様、ずいぶん赤いんだな。ええ、おばあ様は還暦と言ってね、61になって、今日からまた赤ちゃんになったんですよ。そう？これはほんのお印に。おやまた、毎度いただいてばかり。いいえ、こちらお父様に。これは、おばあさんのおかげで私までどうも。みっちゃん、おとなね。おばちゃんあんたがいらっしゃい。皆様お揃いになりました。お父様どうぞお庭の方へ。ああ、そう。自動車そう言ったんだね。ええ、3台もしましたけど。ああ、そう。なあ、地図。写真を写してからみんなでご飯を食べに行こうと思ってな。お前行ってくれんな。お供いたします。さあ、それじゃあ出かけましょう。行きましょう。いやお父さんどうぞ。あお母さんこちらへ。お姉さんどうぞあちらへ。さあ、はい。あやさん向こう行って。さあ、いいかい？これでいいのかな？そうですね。みんな揃ったかな？あ、庄次郎はどうした？誰かちょっと行ってしょうちゃん見てらっしゃい。いいわ、私見てまいります。小兄様。小兄様。あら、まだそんなことしてらっしゃるの？もう皆さんお支度できて待ってらっしゃるのよ。
そうか。早く早く。まあそれじゃおかしいわ。お控えになったら。それでいいだろ。だって皆さんお洋服よ。そうか。もう皆さんお庭に出て待ってらっしゃるのよ。ネクタイどうだい？あ、どれでもいい。早くなさい。早く早く。写真写したらすぐ出かけるのよ。みんなで一緒にお食事いただくの。車だってもうそっちあるのよ。今日はバカに綺麗だね。早くなさい。褒めてんだぜ。おじさん、おう、遅いな。早くしろよ。おじいさんも怒ってんぞ。脅かすなよ。本当だよ。おじさん寝てたんだろ。見てはしないよ。おじさん寝ぼつけだからな。早くしろよ。早く。もほら。っと慌てろよ。あ、りょうちゃん行きましょう。うん。早くしろよ。早くしないとおじさんだけ映してやんないぞ。今すぐ行くよ。庄次郎は？今すぐいらっしゃいます。相変わらずね。ああ、来た来た来た。おじさん、駆け足。早く早く。早く早く。や、いやね。中二さん、私のお隣。これでいいわけだな。どうもお待ちどうさま。ね。そういいか。おかしいね。真ん中の方、もうちょっと左側に。もう少し、それには。いいよ。では参ります。もうちょっとこちらご覧なさい。それには。参ります。もうちょっとこちらご覧なさい。良吉、ダメよ。では参ります。ありがとうございました。あっち行こうか。あ、そう。お父さんお母さんお帰りになって。先ほどお帰りになりました。中二さんは一旦お帰りになりましたけど、またお出かけになりました。どうかい？さあ、どちらでございますか？ただいま。お帰りなさい。どうも遅くなりまして。あれから時子さんにお目にかかってブラブラしておりましたの。お父様あれからすぐお帰りになって。うん。あれから母さんとホテルでお茶を飲んで、久しぶりでブラブラ歩いて渋谷公園へ行ってきたよ。まあ、そう。花壇の花がとても綺麗でね。音楽堂で海軍さんの楽隊を聴いてきましたよ。まあ、素敵。お父様とお母様と二人きりでそんなことなさったの。何年ぶりかしら。そう。なあ、母さん。この前いつだっけ？振り切り勝負見に行ったのは。あれはあなた、震災の翌々年ですよ。そうかな。それじゃあ大変だ。それじゃあもう十何年ぶりかですわ。もうそんなになるかな。今日はええ会だった。みんな揃って一人もかけず丈夫で、人間生意気をしなければいかんよ。お父様、中ほどに出てきたごちそう、ずいぶん美味しゅうございましたね。どれ？白いあんかけのような。お母様お帰りなさったの？あれはうまかった。節子、夕飯は？すみました。お父様、リンゴ酢いたしましょうか。うん、お前帰ってから後でいいよ。はい。じゃあごめんください。
母さん。ああ、いい気持ちだ。もどこがぽっとしてるようだよ。お父様少し今日は召し上がりすぎたんじゃございません？まさに今日は酒がうまかった。なあ母さん、人間なんてものは年を取れば取ったでまた楽しみがあるもんだな。両吉長もう中学の2年だからな。なかなか面白い坊主だよ。それでお父様の木の字のお祝いにはまた孫も増えます。眼鏡ないかい？はい、調子だ。酔ったよ。母さん、お冷や一杯くれんか。タオルおしぼりいたしましょうか。いいね。頼むよ。誰か？あ、清や。おコップお冷やをね。それからタオルおしぼりして。お父様、どうかなさいまして？どうかなすって？ちょっと苦しい。大丈夫ですか？お茶の声でも差し上げましょうか。大したことはない。ちょっとほっといてくれ。母さん、ちょっと帯緩めてくれんか。お父さん、大丈夫ですか？大丈夫ですか？誰か？誰か？節子、早く旦那様の男述べて。お父様急にお加減悪いのよ。どうなさったの？ねえ、すぐに先生のとこお電話して急いで来ていただいて。千代、これやって。急いでこれ今からして。さようでございます。いらっしゃいます。もしもし、少々お待ちくださいませ。もしもし、もしもし。ただいま麹町のご本宅からお電話がございまして、大旦那様が急にお加減が悪いんだそうで、急いでいらしていただきたいとおっしゃいました。お父様どうなすったんでしょう？切れたの電話。何ですか？大変お急ぎのようで。とにかく車呼んでもらおう。はい。どうしたのかな？急に悪いってんだから。今日は大変お元気でいらしたんですのに。ねえ君、もう一度電話かけてみて。もしもし。で、先生何とおっしゃってんの？いつから？いないけないわね。翔ちゃんは？いない？どこ行ってんの？ほぼ聞いてみた？呼ばないわね。で、お父様今は？そう。じゃあ今からすぐ行くわ。てっちゃん、落ち着くのよ。しっかりしてらっしゃい。私今から出かけるよ。着物出してちょうだい。お召し物は？今日昼のことでいいわ。帯出し書いてもらおうかな。そうね、朝毛の缶詰水にしてちょうだい。旅あれダメよ。新しいの出してちょうだい。はい。ねえ、今日帰ってこられないかもわかんないわ。もしかすると電話かけて喪服持ってきてもらうようになるかもわからないけど。そんなことがあっちゃ大変だけど。はい。シゲアにそう言ってよく絵なんか見といてよ。それから両吉にもね、
いつご用があるかわかんないから電話にそう言っといてね。はい。ただいま麹町のご本宅からお電話がございまして、大旦那様は急にお金が悪いんだそうで、お帰りになり次第急いでおいでくださいますようにって申されました。いつ？はあ、たった今。すぐ来いってか？はあ、どうなすったんでしょう。なんだって電話。だいぶ悪いようなご様子でした。じゃあこのまま出かけましょうか。まあ、おい、コーヒー入れてくれ。はい。鼓舞してくれ。今からだと今夜遅くなるだろう。ひょっとすると夜更かしないかもしれんな。うんとコーヒー飲んでくんだな。ああ、くたびた。ねえあなた、大丈夫かしら。69だからな。50にして天命を知り、60にして耳したか、70にしてのりを。やはりご自でしょうな。昔は随分召し上がったお方ですからね。だからあれほど君に頼んでおいたじゃないか。どうしたんだよ。あるな、どうもそれを忘れたんじゃ。抱えてさ。いや、ご苦労だ。お疲れですよ。おやすみなさい。ちょっと横になるといいかな。いや、大丈夫。いえ、まだまだこれからが大変ですから。気をつけていただけるこれです。どう？ああ、いや。明日、明後日、この日がそうです。葬儀委員長には竹原さんをお願いすることにします。これいいのか？これはですね、先ほどお寺の方から返事がありまして、やはりこの日がいいと思います。新聞社の方は、5つぐらい、こんなとこです。関係会社の方から責任出るんですしかし、これは書いてもらってください。ああ、お借りしました。これ明日、朝刊に出る。それはご苦労。あなたも一つ暇を見て休んでください。なかなか暇もないだろう。いえ、もう私は。ご苦労。お嬢様、お疲れでしょう。いいえ。どうも思いがけないことで、高級にお亡くなりになろうとは思いませんでした。まあ、お大事に。お気をつけて。おかえりなさい。ただいま。おい、泣くんじゃない？泣くんじゃない？やんなよ。
かし随分急だったな。驚いてたんだ。けど新聞見て驚いてる。昨日何時にお腹になったんだ。午前7時36分。何だったの？上申書。中心だった。とても。ダメだ。お父さん若い時お飲みになったからな。お母さん大丈夫？お元気か？いや、ちょっとお父さんにませんかね。泣くんじゃない。元気だれ。そんなこと忘れるんだ。ね。死んじゃったんだね。僕死んだ人初めて見た。今まで向こう座ってたんだけど、初めて見てこっち来ちゃった。なんかまた鼻かむのね。後で遊ぼう。まあ、しおちゃんどこ行ってたの？ちょっと大阪まで。なんでね、あんた。一応サイズがついたもんだ。まさかこんなことになるとは思わなかった。あんたはいつもこれなんだから。行くのだけで断ってきゃいいじゃない。不合部探したの？そうか。いや、すみません。急に行きたくなったもんで、帰っていいんですよ。困った人ね。何も摂取しなくたっていいじゃないの、こんな時。ところが亭主できなかった。和歌山で電話かけたら小児具合が悪いんで、大阪の予定でぐるぐる帰ってきた。何かあったのか？何にも。どうも少女には困ったもんだなんて言ってません。それはお父様もおっしゃりたかったでしょうけど、何しろずっとお苦しみだったから。そうですよね。皆さん、それは何ですか？よくこれかんと気にくならない。言ってください。あよ、そういやせたな。それがんな。大丈夫です。無理すんな。皆さんどうです？私は昼間ずっと寝といたから。お母さんどうしさます？っき無理にみんなで寝ていただいたの。それはよかった。ここでまた袋の手も考えちゃったなんからな。そう、みんなでよろよく代わりばんこに寝た方がいい。なんか他に食うものないか？腹が減ってんのかな。それで手握りも少し空いてきた。大きいやつ。いい天気だ。お母さん、ただいま。おかえり。どうもすみませんでした。こんなことになるとは思わなかったので。お父さんには小さい時から今まで一番ご心配をかけて、それが大事な時に僕だけまたおりません。見送りもできない。お父
うご心配のかけっこなくてもっといいこと思ってます。もう少し生きてくださればなんとかまた親孝行の真似事ぐらいはできたでしょうね。どうも残念に思ってます。今だ。関係会社もいろいろあったろうが、生前中一番機密にしておった東亜拓殖がいよいよいけないことになって、それにお父さんの故障で相当額の手形が振り出してあった。僕も初めて聞いて実は驚いたんだが、どうもこれも最近の話じゃなくてかなり古い前からの関係で、それが書き換えになって今日に及んだわけなんだが、今となっちゃ特技上これはこの際何とかしなければならないんで、まあ全部が全部はとても払いきれないとしても少なくとも半分ぐらいは何とかしなければいけないんだ。まあお父さんは経済界では一つの存在ではあったんだろうけど、どうもいたずらに顔が売りすぎとって、それがかえってこの際話題になったんだけど、しかしまあ言ってみれば戸田慎太郎70年の一生も甚だ清廉潔白であったということに満足してもらうんだな。で差し当たり鈴木君とも相談したんだが、一切合切、つまりこの建物、辞書、書が骨董、そういったものを売り払って競りをしようと思うんだ。まあこんなような嫌な話で皆さんのご足労を煩わしたわけなんだが、どうだね、何か意見はないかね。もっともあったにしろこいつはどうにもしようのない話なんだけど、どうですねさん。仕方がないじゃないの。龍さんどう。やはり仕方がないでしょうね。長次郎は。いいでしょう。この家を売るとするとお母様やせっちゃんどうするの。それはまあ当分僕の家へでも来ていただくとして。もう間もないことだし、せめてせっちゃんのお嫁入りまでこのままにしておけないの。しかしこれは早い方がいいんだから、鈴木君どうだろう。組の間に別荘がありましたね。あれはもうだいぶ傷んでるし、売るとしてもせいぜい自称だけのもんだろうから。しゅうちゃんどうするの。どうね心配いりませんよ。しかしその手整理できますか。それなんだろうね。どうだろう。それはやり方次第で十分できると思うんです。で、ここに大体書が骨董の目録があるんだけど、よくわからないけど中にはだいぶいいものもあるらしいんだ。36、新南品周慶課長。新南品でしょう。あ、そうかね。新南品周慶課長。37、丸山王居、李白関白。何何のこと。李大博が滝を見てるとこでしょうね。38、堺法一、富士。これは洗面だ。40、尾形光琳、洗面、摂政、雪に松だ。はい。143、色鍋島、水仙絵皿。長次郎様に会社からお電話でございます。あ、聞いてせ。全部で862点。まあ中にはガラクタもあるんだろうけど。ねえ、その中に何か下のじゃないかしら。そういうんじゃなくたっていいんだけど、私欲しいの。もしもし、俺だよ。そうか。よし、行く。あ、すぐ行く。あ、よし。どうもこの度はどんなことで何と申し上げてよろしいやら、旦那様にはいろいろごひいきにしていただきまして、随分急だったんでございますわね。ああ。旦那様おいくつでいらしたんでございましょ自分だよ。69だよ。う。でもまだそんなお年でも。いや、人生70くらいまでだよ。酒だの。おかみさんもあまりやらない方がいいで。
いえ、私などの。まあ一つあげるか。いえ、もうどうぞごゆっくり。おかみさん、お酒。はい。なあ、お前いなかったんだってな。いつ？親父さんが亡くなった時。だよ。そういえ、大阪へタイ釣りに行ったって？釣れたか？バカなこと言うなよ。みんな知ってるぞ。しかし驚いただろう。まだ驚いたな。いい親父さんだったがの。うん。でも随分怖い親父だったよ。そうでもなかったじゃないか。いや、怖くなくなった時にはぽっくりいかれた。なあ、親父さんが始球式やったのを見たことあったっけな。神宮で。もう、いきなりシルクハット取って投げたと思ったら2バウンドでな。いや、あの時は驚いたよ。あの時は前の日に俺を相手に練習していったんだけどな。まあ、運動神経はなかったな。でも、弓は来たじゃないか。あ、弓はうまかった。朝早く起きてよくやってた。俺も朝早く起こされてよくやひろいやつだった。そんな時はバカにご機嫌が良くてな、ニコニコしやがって。なあ、お前が親父さんの本売ったことあったな。あ？お前が持ち出してきて、こんな立派なやつだったよ。ああ、ミューズのダイジェスト。うん。あの時は俺が古本屋呼びに行ったんだ。高く売れたな。ああの金何に行ったんだっけ？お前、ボートで調子行った時飲んじゃった。ああ、そうか。さて、それからお前、親父さんの望遠鏡を持ち出したことあったっけな。東郷さんの持っているのはこんなのやつ。おい、よせよ。なあ、ほら、あのベニスの時計な。いいよ。もう時効だよ、そんな話。相手はもう仏様だからな。仏様でもご存知あるまいだ。そうかな。いや、そりゃご存知だったんだよ。ただお前に言わなかっただけだよ。そうかな。言っても始まらないと思ってたかな。そうでもないだろうけれど。惜しかったの。いい親父さんだったがの。うん。いい親父だった。親父なんてものは苦手だけれど、いつまでたっても生きててもらいたいもんだよ。いいもんだよ。の体は大事にせんといかんの。いかん。信者はもう酒飲めんからの。わしら無理かの、60まで。わしはどうか、あんた大丈夫だろ。なぜの？言うの昔から憎まれっ子世にはばかるって。それじゃあなるもんじゃの、憎まれっ子に。なりまいがの、それ以上。そうかの。どうしたんだい？どうしたんだい？なんでもないんだ。なあ、妙なもんだな。親父が死んでちっとも悲しくないと思ったんだけど、今ふとつまらないことを思い出した。いつかこのうちで親父と飯を食ったことがあるんだ。ちょうどこの部屋で。親父がここで、俺がそこに座って、時効も今頃で、日差しもこの世に当たって、その時もこの杯だったよ。大概一匹いたんだ。そいつが親父の耳に止まるんだ。そのために親父はうるさそうに怒らうんだが、また来て止まるんだ。人間なんて目のとこで泣けるもんだよ。いや、死なれてみると、親不孝なやつほど何かにつけて泣けるもんだよ。おい、実は俺向こう行こうと思ってるんだ。向こうってどこだい？天津だ。天津の支店の方に回してもらおうと思ってる。いつそんな気になったんだ？いや、俺はこの間から考えてたんだけど、やってみたいんだよ。俺にはもううちがないんだよ。なんだっていいんだ。雇いに働いてみたいんだ。ほんとやってみたいんだよ。噂で初めから出直してみたい。これは親父が死んだからっていいんじゃないし、俺のどっかにこの気持ちがもともとあったんだ。もう決めたのか？あ、大体決まった。で、いつ行くんだ？まだわからん。決まり次第行きたいと思ってる。そうか、行くのか。一人減るの。一人減る。いい男なの。ちゃんと食っとくんだの。向こう行ったらないからの。もらおうかの、熱いの。あ、そうじゃの。
結構なもんだよな。どうでしょう。627番箱の側にある。627番。ありますあります。用水員の箱掛けがあります。あ、それか。ちょっと見せとけ。どれですか。ありましたありました。あ、これです。これもんだよな。ゆうさん、僕ちょっとしたくなるから頼みました。あ、どうぞ。西さん、お願いします。あ、どうぞ。できたか。えすまんな。あ、できましたね。ねえ、これも一緒に持ってったらどうだろう。お父さんのだけど。いいでしょう。でも向こうは随分寒いって言うし、これ毛皮の裏がついてるから。いや、なんでしょう。寒いったって知れたもんですよ。でもお前せっかくちゃんとこうしてあるんだもの。そうですか。じゃあいただいていきましょうか。すみません。お前切符の方はもういいの？ええ、もうちゃんと買ってあるんですよ。この前汽車に乗った時はのんびりと耐えついだったんですけど、今度は大阪を通り越して天津まで行くんですからね。わからんもんですよ。それも同じ線路の上を走るんですよね。ねえ、気をつけてね。向こうは随分気候が不順だと言うからね。大丈夫ですよ。生水なんか飲むんじゃありませんよ。お兄様子供みたい。大丈夫よお母様。体だけはくれぐれも頼みますよ。お願いしますよ。大丈夫ですよ。それよりお母さんこそ気をつけてくださいよ。まあ当分は雨にかからないかもしれませんけど。ねえ、今度はいつ会えるかしら。今度みんなに集まってもらうときは、私がお寺さん行くときかもしれないね。そんなバカなことは言いませんよ。こればさいこと言っちゃいけませんよ。お母さんにはまだまだこれから木の字のお祝いだってあるんだし、明治のお祝いだってあるんだし。そうだろうか。それはありますよ。それはきっとありますよ。なあ、なければ困りますよ。それにいくら遠いったって飛行機に乗ればすぐ帰ってこられるんだし、同じ京都あたりからガタガタ汽車で帰ってくるよりよっぽど早いくらいのもんですよ。そうだろうか。そうですよ。そんな心配いりませんよ。お母さん、お風呂入ってらっしゃい。後でゆっくりご飯食べましょう。え、さあ、行ってらっしゃいよ。じゃあ忘れ物ないようにね。えせっちゃん頼みますよ。おい、それ取ってくれ。はい。なあ、徹子。この間の話、もうすっかり忘れるんだな。お前も楽しみにしたろうけど、もう諦めてくれ。向こうから話を持ってきながら、親父が死んだからって急に断ってくるような縁談なら、かえってまとまらない方がいいんだ。そんなバカな不人情なやつのところ、余震場まとまったにしろ、俺はお前やりたくないんだ。なあ、忘れてくれ。お母さんも心配してらっしゃるんだ。あんなやつよりもっといい男がたくさんいるんだ。俺が探してやるよ。まあ、
色は少し暗いけどがっちりしてて親切で、見たとこあんまり綺麗じゃないけど、俺のようなのどうだ？気に入らんか？そうだ、それだ。その調子で笑ってろ。そんなことにくよくよするな。おい、それ。それから向こう行ったら兄さんも時々手紙を出すが、お前もできるだけ手紙書いてくれ。いろんなことを知らせてくれよ。お前も今までと違って兄さんの家行けば、これから何かにつけ不自由なことが多いと思うんだが、辛抱してやってくれ。お母さんをよく慰めて大事にしてあげてくれ。兄さんも今度はやるぞ。うんと働いてみたくなったんだ。きっとやるぞ。その代わりお前も兄さんに負けないで、その分だけお母さんを大事にしてあげてくれ。お母さんもこれからは何かにつけご不自由なことが多いと思うんだ。おい、また泣く。泣くなよ。今お前に泣かれちゃ兄さん行きにくくなったらな。おい、お母さん大事にしてあげてくれ。おい、頼むぞ。な、いいか、頼んだぞ。そのお話もすっかり決まっちゃったの？まあそちあたりうちへでも来ていただければ僕はしょうがあるまい。そう。お母様とせっちゃんがいらしたらどこにいていただくの2階へでも来てからだな。で私は応接間の横の8畳へでも行ってもらうんだな。タンスなんかは俺はそのままでいいじゃないか。いやいや、じゃあおろすさ。千鶴子さんのお宅なら広くていいのに。そうもいかないよ。僕は長男でもあるし当分ゴテゴテするだろうけど、まあ辛抱してもらうんだな。でもお母様やせっちゃんにもしていただかないと私ばかり辛抱してもしようのないことよ、大変よ。せっちゃんの荷物だってたくさんあるし清也だって一緒に来るでしょうし、お父様のおもとに筆記を鑑賞まで持ってらっしゃるわ。いい？ええ。せっちゃんちょっと引っ張ってちょうだい。もう一度。はい。ねえお母様、今朝何でしたの？お姉様の小言。私がまたしくじってしまってね、お庭のダリアがあんまり綺麗なもんだから一つ切って仏様の花にあげたんだよ。そう。そりゃいけないわ。だってあのダリアとても大切にしてらっしゃるんですもの。そうだってね、知らなかったもんだから。あれは何とか言ってとても珍しいのよ。どうりで綺麗だったもの。何も知らないって困るもんだね。お母様、ちょっとそこ。お嬢様、奥様がお呼びです。はい。お母様、針ここよ。お姉さんお出かけ？ええ、ちょいと。お友達の神戸の谷本さんね。知ってるでしょ？ええ。今ご夫婦で東京へ来てらっしゃるのよ。そう。今から一丁目にかかって夕方からうちへ来ていただくことになってるの。だからせっちゃん、
お母様とどっか行っててほしいのよ。うちにいていただくとごたごたして帰ってお母様にご迷惑だったりなんだしするから。そう遅くはならないでしょうけど、7時か8時頃まで。どう？ねえ、そうしてちょうだい。すいません。あなたはどっちみち銀座お出かけでしょ？ええ。そしたらちょっと頼まれていただきたいの。なんかお菓子、果物、見て届けさせてくださらない？ええ、いいわ。どんなもの？お任せするわ。あ、それからサンドイッチ見ていただこうかしら。サンドイッチなら私をこしらえしましょうか。そうね。お母様だとお上手よ。いいわいいわ、行ってきてちょうだい。他の方も見えるかもしれないから、6人分ほど。お願いします。はい、すいません。いいえ。それから、ミックは学校から帰ってきて。今日はおやつ何もあげないでおくれ。はい。絶対にやめてちょうだい。ねえ、せっちゃん。お母様にもそう申し上げといて。お母様から豆まんじゅういただいて。お腹壊してんのよ。そう？じゃあ行ってきます。お願いします。いってらっしゃい。そうよくしといて。夕方ダリアに店やるの忘れないでね。で、せっちゃん。休館長ね。あれ2回あげといていただこうかしら。お話の途中妙な声出されても困るから。はい。じゃあお願いしますわよ。いってらっしゃい。いってらっしゃいませ。ねえ、お母様、どこ行きましょう？そうね。どこがいいかしら？そうね。どう？日比谷公園。じゃあ、上野動物園は？すぐいらっしゃらないでしょ？あなた行ってらっしゃい。久しぶりにお暇が出たんだから。私はいいの。お母様よ。私は久々で忠さんのところでも行ってみようと思うんだけど。そう？あんたは銀座に御用があるでしょ？ええ。じゃあ、お母様と別々ね。あんたはゆっくり遊んでらっしゃい。じゃあ、トイコさんに会おうかしら。それがいいよ。気をつけていってらっしゃい。ええ。お母様こそ気をつけなってね。あげましょうか。どう？じゃあいただこうかしら。お姉様のお使いなのにお姉様くださらないんですもんね。ありがとう。すいません。気をつけてね。こんにちは。いらっしゃいませ。しばらく。奥様は？奥様は先ほど出かけになりました。おやおや。今日お茶の稽古の日です。そうだっけね。電話いたしましょうか。いいのよ。皆さんお帰りない？はい。おばあさん。まあ、こんにちは。こんにちは。おばあさん一人？ええ。きょうちゃん、今日は学校？なんで？おばあさん、僕の部屋来ないか？今見せてやら。おい、誰もしちゃダメだぞ。そうや。きょうちゃん、大きくなったのね、ちょいと見ない間に。なんか一番背が高いでしょ、学校で。ねえ、おばあさん、これ見てごらんよ。何？ね、見えるだろ？うん。綺麗だろ？なんだかごちゃごちゃしたものが。なんだかわかるかい？当ててごらん。おばあさんには難しいことはわかりませんよ。難しいことないよ。僕の鼻くそだよ。まあ。こうやって見ると綺麗だろ？おばあさんのなんか見たようか。もうたくさんよ。ねえ、りょうちゃん、今日学校は？ねえ。綺麗だな。どうしてお休みなの？
ねえ、今日学校休んじゃったんだよ。お母さん黙っとくね。どうして？昨日帰りに喧嘩しちゃったんだよ。ああ、いけないね。どうしたの？僕のこと電信柱ってやんだもん。おはすかにやっちゃったんだけど、教育ってやられちゃうんだよ。そんなことで学校休んじゃダメじゃないの？そんな時には先生に。やだ。早く行くよ。どうぞ。閉めてか。ねえ、りょうちゃん。ねえ、ダメじゃないの？そんなことで学校休んじゃ。おばあさん、お母さんに言いつけるかい？りょうちゃんまたそんなことする？言いつけるかい？我慢しよう。約束しちゃったよ。嘘ついたらこの穴通れ。その代わりもうそんなことしちゃダメですよ。そんな時はあんたが悪いんだから、先生にそう言ってよく謝るんですよ。うん。大丈夫ね。うん。本当に言いつけちゃダメだよ。もう約束しちゃったよ。大丈夫ですよ。もうしませんね。あ、お弁当食べちゃおう。おばあさん、うまいよ。半分あげようか。うん。からやな、僕先食べるよ。よく噛んでお上がんなさい。うん。ねえおばさん、この玉顕微鏡で見てみようか。ダメじゃないか、来ちゃん。あっち行け。ねえおばさん、先分かるよ。僕あれ食べない。ねえおばあさん、今日ゆっくりしてっていいんだろ？ええ。僕と遊ぼうよ。お母さんどうせ用でなくちゃ帰ってこないもん。でもね、おばあさんこれからおじい様のお墓参りに行こうと思うんだけど。行くの？僕も行か。りょうちゃんも一緒に行ってくれる？うん。そう。じゃあおじいさんはきっと喜んでくださいますよ。おじいちゃんはりょうちゃんも好きだったもの。うん、行こう。早く行こうよ。ねえおばあさん、早く上がるよ。りょうちゃんのお弁当、毎朝誰がこしらえてくれんの？お母さん？すぐや。そう。どうして？まずい？おいしい。お茶ついてやら。ありがとう。次からこっち残しといてね。え。いらしていただいてご迷惑じゃなかった？お忙しい？まあまあよ。ねえ、お母さんお帰りございません？え、ありがとう。お母様にも随分お目にかかんないけど。よろしく言ってました？そうねえ、毎日何してらっしゃるの？私？いろんなことよ。お手伝い。お惣菜こしらえたり、お掃除したり。今日お母様と二人でお二人に綿を入れてたのよ。まあ、そんなことしてらっしゃるの？これでなかなか忙しいのよ。お洗濯だってするのよ。まあ。ご覧なさい。今日やっと暇が出たの。お忙しいわね。あなたがそんなことなさるなんて。どうして？だって。どういたしまして。いつまでもお嬢様じゃございません。感心でしょ？してよ。してんのよ、とても。そう？本当？ねえ、会社のお仕事って大変？私にもできるかしら？連れてきてよ。どうかしら、私。ねえ、なんだってそんなこと。なんでもないの。ちょっとそんな気がしたの。私にもできるならどうかと思って。いやね、笑ったりして。本気なのよ。ねえ、お兄様のうちのうまくいってるの？お母さんもご不自由してらっしゃるんじゃなくて？お母様とあのお姉様とお会いになるかしら？わかる？そんなこと。じゃなくて？そうなの。
ごめんなさい、こんなこと言って。私ちょっとそんな気がしたもんで。ねえ、どっちが悪いってんじゃなしに、なんていうのかしら。違うのね、いろんなことが。お姉様とお母様とは。わかるわ。ねえ、どうしたらいいのかしら、私こんな時。こんなことでは、お母様もお姉様も両方とも気の毒なのよ。あなただって。私はいいの。私が働いて、あなたのようにお母様と二人で別に暮らしてみたらと思って。どう？そうね。だけど、それはよく考えてみてよ。違うのよ、いろんなことが。あんたと私と。私のうちなんか、お父さんのいた自分から人に使われてる身分だし。あなたのうちは使う方の川よ。その間に大きな開きがあるのよ。あんたと私とは生まれながらに違うのよ。大変な違いよ。それをいきなりあんたは私の真似をして構わないのかしら。いけないこと？いけないことってんじゃなしに、その元気ある？ずいぶんいることよ、勇気が。あるのよ、勇気が。飛び込める？ええ。ねえ、だけど、帰ってお母様にご心配かけることになるんじゃない？かかっていただけるとは思うんだけど。考えなさい、もう一度。それもう一度よく考えた方がいいわ。そうかしら。ごめんなさい、すぎて。でも、お母さんもお気の毒ね。ねえ、なんか食べない？何でも。私おごるわ。いいわ、私がもらせて。今日お母様からいただいてきたのよ。そう？日が暮れに道の真ん中でいただいたの。誰か見てやしないかと思って、とても恥ずかしかったわ。だね、そんなことが恥ずかしくっちゃ。そこが違うっていうのよ、あんたと私と。わかる？ねえ、何しましょう？そうね。安くて美味しいもの。そう、それよ。そしてたくさんあるもの。これが大事よ。どれ？これは？高い高い。じゃあどれ？そうでもいいじゃないの。よかないわよ。いやなんたって東京よ。そうかしら。でも私好きだわ。あの辺に行って住んでみたいと思うわ。そうね。マヤさんだって六甲だってすぐそばだし。それでいて海だって見えるし。あ、いつこねちゃん。先ほど休みになりました。あ、そう。それにお料理だって向こうの方がよっぽど美味しいわ。みつこちゃん一人でお休みになるの？もう遠から。お利口ね。一回に薄味だけど向こうの方が美味しいわね。見てごらんなさい、この頃の銀座あたり。とても関西料理が増えたじゃないの。それだって向こうでいただくようにいかないわよ。そりゃそうね。お帰りなさいませ。ただいま。お客様まだいらっしゃるの？はい。お母様帰りになって。はい。どこ？私ところの方にいらっしゃいます。ただいま。お帰り。遅くなりまして。お母様いつお帰りになって？もう2時間ほど前。そう。私もお客様もお帰りになって、お母様お休みになったかと思って急いで帰ってきたのよ。とひこさんとずいぶんブラブラ歩いちゃって。とひこさんお母様によろしくって。そう、それはよかったわね。お母様はお姉さんのところ行ったら、千鶴さんお留守で、りょうちゃんが一緒にお墓参りに行ってくれてね。お花もお線香もお水も一人で持ってくれて、それで私に言うのさ、おばあちゃん死んじゃダメだよって。かわいそうさ。お帰りあそばせ。ただいま。お嬢様お風呂いかがでいらっしゃいますか？お母様は？春子さんがお入りになってから。でもお母様先一人してお入りになったら？でも私は後にしましょうよ。お母様、お風呂よりもお休みになりたいんじゃない？お客様お帰りかしら？もうこんな時間かしら？お姉様とてもご機嫌いいわ。どうしたかお母様お分かりになる？いいえ。呼び鈴のおしになるようでわかるんですって。彼らに聞いたのよ。そう。お帰り？
いえ、お紅茶を入れするんです。あ、そう。金谷の借りちゃう。お湯沸いてる？はい。お茶はこれでいいのね。お呼びよ。どうお姉様のご機嫌。はあ、今の呼びり。まだいいじゃないの。もっとゆっくりしてらっしゃればいいのに。どうせ留守なんですもの。でもまだ遠くいらっしゃるんでしょ。ええ。まだお目にかかれますそう。お紅茶まだ？ただいま入れとります。もういいの。皆様お帰りよ。お車すぐ呼べる？はい。あ、いいのいいの。聞いてごらんなさい。いいのよ。本当にいいのよ。そう？じゃあいいの。もっとゆっくりしてらっしゃればいいのに。でもまだお目にかかれますのに。そう？はい。もうおよろしいんだそうで、皆様お帰りでございます。そう？お母様一ついかが？もうたくさん。そう。せっちゃん。旦那様いつお帰り？あさってあたり。そう。じゃあ金曜日ぐらい、午前中お電話しますわ。どうも遅くまで。大変おやかましい。どういたしまして。ごきげんよう。ごきげんよう。あら、お帰りだったの？ただいま。遅くなりまして。お風呂まだ？はい、どうぞ。お母様お入りになって。いいせっちゃんは？まだ。ほら、どんどん先入ってくださりゃいいのに、だんだん遅れちゃうわ。でもいただきたくなかったの。湯上がり出しといて。じゃあお先に。お姉様、お先休ませていただきますけど。どうぞ。お先に。おやすみ。あら、お母様これ、お気に召さなかったのかしら。高いのよ、これ。そんなのとひこさん見たら憤慨するわ。まあ、お上品な召し上がり方。わざわざ銀座まで行って買ってくることないわ。人事じゃありませんよ。あなたもお気をつけなさい。はい。お行儀の悪い人。美味しいのよ、これ。疲れたよ、今日は。お母様問題あげましょうか。いえ、いいのよ。明日もいいお天気よ。明日お洗濯して、髪を洗って、小兄様のとこお手紙書いて。お母様もう休みましょうか。え。お母様おやすみなさい。おやすみなさい。ねえお母様、今日ね、銀座にとても美味しそうな佃煮があって、よっぽど小兄様のとこお送りしようかと思ったけど、やめちゃったの。お母様にもっといただいておけばよかったと思って。そうはいきませんよ。母さんだってありませんよ。心細いのね。そうですよ。私いただいたもんだから、いい気になってすっかりということに思っちゃったのよ。あんたは気前がいいのね。
お休みになれる？ねえ、お姉様にそう言ってやめていただきましょうか。いいよ。だってお母様今日疲れなんですもの。キヨやカメだって朝早いのよ。てっちゃんどうするの？ちょっとお姉様のところ布団申し上げてきます。およしなさいよ。うん、いいの。そう。じゃあお願いするのよ。穏やかにおっしゃい。はい。お姉様、誠にすみませんけど、やめていただけません？ピアノ。なぜ？うるさい？お母様、お休みになれないらしいです。すいません。どういたしまして。おやすみなさい。ねえ、せっちゃん。そりゃもう分かっていただいてると思うんだけど、お互い様なんじゃない？今なんかどっちかっていう私の方が悪いかもしれないけど、私だって随分我慢してお母様に何も申し上げないこともあるのよ。同じうちにいてことごとにそんなことを口にするの嫌なんですもの。そんなことでやっていけないわ。例えば今日もよ、お客様のおいでになるうちにお帰りだったらご挨拶ぐらいしていただきたかったの。でも、帰ってお邪魔だと思って。どうして？だってどっかへ出てけっておっしゃったじゃありませんか。ええ、言ったわよ。だから。いいえ、いなきゃいないでいいのよ。誰に控えたってお留守だって言えるのよ。帰って言いながらご挨拶もしないで、もし控えたらどうするの？なんて言うの？それも全然知らない方ならとにかく谷本さんじゃないの。お母様もご存知のはずよ。そうでしょ？誰だって自分のことは悪いとは思いたがらないものよ。でも人のことだとすぐに目につくの。目についたからってそこんとこは少しぐらい。そこが辛抱よ。お互い様なんじゃないかしら、一筋暮らしていたら。ねえ、そうでしょ？ええ、分かって。じゃあおやすみなさい。困ったわね。ええ、まあどっちがどっちというわけじゃなく、今までたまに会ってたものが朝晩顔合わせて一つ家にいるとなると、どうも何かにつけてね。そうかもしれないわね。それはお互いにご機嫌の悪い時だってあるんでしょうし。そうなんですよ。でまあ兄弟中あっちこっち行っていただけばお母さんの気分も変わるだろうし。そうね。じゃあいいわ。うち来ていただくわ。そうですか。じゃあ当分そうしてください。ええ、ただね、来ていただいて賑やかになったので、両吉が勉強しなくなっても困るし、おばあ様はいいことに私の言うこと聞かなくなってもなお困るし、それが心配なのよ。今だってなかなかいいこと聞かないのよ。成績だったらあんまり良くないの。いや、それはお母さんにも節子にもよく話すとして。そうね。ね、当分そうしてくれませんか。またそれでなんなら綾子の方にもよく話すとして。ええ、いいわ。
トイレも来るんでしょ。多分そうなるでしょう。荷物も相当ありますよ。また旧館長持ってらっしゃるんでしょうね、きっと。ねえ、どういう気持ちなの？勤めるってどっかの地味にでもなるつもり？どんなものになりたいの？やめてちょうだい。そりゃあんたのお友達でそんな人もいるかもしれないけど、そんな人と一緒のつもりでやってもらっちゃ困るわ。あんたは軽く考えてるかもしれないけど、あんただけで済む問題じゃないのよ。うちのことも考えてちょうだい。自然お父様のお名前も出ることよ。ねえ、あんたがそんなことして世間の人が私たちのことを何と思う？一体何て言うと思う？お父様がお亡くなりになって、それはいろんなことが不自由よ。だけどあんたにまで働いてもらわなきゃならないことかしら。それほど困ってないつもりよ。あんたは余計なことしなくていいの。あんたはまだお嫁入り前の大事なからだよ。そんなバカな考えやめてちょうだい。よくって分かった？はい。よく考えてよ。私がどっかって買い物したらあんたはそのお店に行って毎度ありがとうございますなんて嫌よ、そんなの。よしてよ。分かった？はい。分かったわね。誰か。2階よくお掃除しといてちょうだい。はい。シゲや。はい。着物出してちょうだい。はい。地味なのにして。はい。そうね。さや型の。はい。それから物ついた羽織。はい。お出かけ？ねえシゲ。緑士昨日学校行った？はい。今度もずっと行ってる？はい。ずっと行ってらっしゃいます。あ、そう。ねえお母様。緑士の学校からお手紙が来たの。ご嫉妬会えないかって。今度ずっと学校行ってないらしいのよ。出席常ならず、ついてはご相談いたしたきりこれありそうだえば。まあ、どうしたんでしょう。なんか休んでる様子見えませんでした？さあ。ねえ、そういやこんなことありましたよ。いつかここへ来たら、あんたがお留守で両吉だけいたことがあって、日曜でもなしおかしいと思って聞いたら、前の日にお友達と喧嘩したとかで、学校行かないんだって言ってましたけれど、それはいつ頃？もうだいぶ前、まだ私が田園調布のお兄さんとか言ってた自分、そんなことがあったらなぜすぐ言ってくださらないの？そうだったね。その時言ってくださればこんなことにならなかったかもしれませんのに。そうだったね。言っとくんだったね。今になって困るじゃありませんか。悪かったね。悪かったじゃすみませんわ。でもその時、私が両吉と約束したもんだから。どんな約束なすったの？もう二度としないから、おばあさんも言いつけないでほしいって。そんなことってないじゃありませんか。両吉のことで私に黙ってるなんて。お母様、それは違うんじゃありません？どういうお考えか知らないけれど、それは言ってくださるのは当たり前よ。その時にはうんと叱って言わなくちゃ。そりゃ私も叱ったんだけど、お叱りになってもダメよ、お母様のは。私したじゃありませんか。どんな約束なすったりして相手は子供じゃありませんか。そんなこと本気でそう思ってらっしゃるの？そんなことお母様だってよくご存知のはずじゃありませんか。
何人も子供を育てんなって。私がぼんやりしていて、これからは気をつけていただかないと。そんなことがあったら何度もすぐ私にそう言ってくださらなくちゃ。私には私の必要方があるんですから。私がいくら厳しくしたってそばからあなた方が甘くなっちゃ何もならないじゃありませんか。そうだったね。私のやり方が悪かったよ。これからよく気をつけますよ。どうぞ。もう良きには一切構わないでちょうだい。ご隠居様と節子様がお見えになりました。あ、そう。お通し申し上げて。はい。いらっしゃいまし。しばらく。お姉様こんにちは。ごきげんよう。お母様お帰りもございます。ありがとう。いつも達者で結構ですわ。せっかくいらしていただいたのに、私今からちょっと出かけなくちゃなりませんのよ。そう。ちょっと前にお電話くださればよろしかったのに。そう。それはいけなかったのね。でもいいんですの、少しぐらい遅れても。せっちゃんどうしてんのこの頃。ええ。元気？ねえ、綾さん。ちょいとお願いがあってね。何ですの？私たちのことなんだけれど。私たち、久毛沼の別荘の方へ行って暮らしてみたいと思ってるんだけれど。どうしてですの？どうしてってこともないけれど、久毛沼の方の家も空いてるし、ちょっと住んでみたいような気持ちにもなったもんだから。ねえ、どうかしら。そう。本当ならあんたとこへもご厄介になるんだけど、お兄さんやお姉さんからもお許しが出てね、そんな風に決めてしまったもんだから、悪く思わないでほしいの。そう。お決めになってしまったんですの？何も久米沼いらっしゃらなくたって、うちにだってお部屋はあるんですし。ありがとう。せっちゃん大丈夫？やっていける？ええ、やってみますわ。不自由よ、いろんなことが。ええ。そう。うちにも来ていただけると思ってたんですのに。でも、あそこなら便利ですし、時々遊びにも来ていただけますわね。それに、海も近いし、空気もいいし、かえっておよろしいかもしれませんわ。ええ。で、いついらっしゃるの？なるべく早い方がいいと思ってるんだけれど。そう。じゃあ、そのうちにまたお目にかかれますわね。ええ。じゃあお母様、誠に勝手ですけど、ゆっくりしてらしていいんでしょ？ね、せっちゃん。お昼何かお好きなもの取っていただいて、屋根についてね。じゃあ、いってらっしゃい。いってらっしゃい。せっかく来ていただいたのにすいませんね。いいえ。ごめんなさい。こちらでございます。待った？うん、少し。そう、ごめんなさい。電話系にお客様があって。誰？お母様とせっちゃん。なんだって？なんだと思う？いよいよ一度晩か。うん。今度桑名の別荘の方いらっしゃるんだって。そう決まったのか？お決めになったらしいの。そうかい。それまたバカにうまくいったんだね。でもうちにだけ来ていただけないの嫌ね。それはうちに来てたやつも同じことだよ。うまくいくないよ。で、どうしたんだ？いずれゆっくりお目にかかりますって来ちゃったんだけど、なんだか出てくるのとても変だった。嫌な気持ち。おい、何食べる？そうね。
ねえ奥様、私がお屋敷上がって初めて飲ませていただきましたのが節子様お待ち受けのうふぎでございましたけど、その節子様がもうお雪が六寸七分もお召しになるようにおなりになって。そうね。おきれいにおなりになって。節子様がお生まれになった晩、旦那様がお帰り遊ばして、お嬢様でございますと申し上げましたら、なんだい、また女か、女じゃしようがないなんておっしゃって、私が、でもその女がいなけりゃ男は産めませんって申し上げましたら、なるほどそうかなんてお笑いになって帯へお入りになりました。そうだったかね。もう随分古い話で。早いもんでございますね。旦那様がお亡くなりになってからもう1年でございますもの。そうね。で私はなんだか3、4年経った気がしますよ。いろんなことがあってなんだか落ち着かなくて。変わるもんでございますね。1年で。本当にね。ご苦労さんでございます。ご苦労さん。ねえお母様、なんかありません？お腹空いちゃったわ。まああんたはだってもうおやつよ。ねえないっけよなんか。さあ贅沢やない。おいしいものたくさん。ここは東京と違いますよ。ねえ見てよ。この間とし子さんからいただいた懐中汁粉があるじゃないの。ああそうね、それにして。はい、急いでよ。ねえ明日の晩からとし子さんいらっしゃるかもしれないわ。そうだね。もう土曜日かね。ねえお母様、当てっこしましょうか。今度とし子さんいらっしゃる時、着物かお洋服か。さあね。どっち？お洋服かしら。きっと着物よ。だってこの前お母様おあげになったの今度までにできるって言ってらしたんですもの。ちょうだい何か。そりゃいらしてみなきゃ。ねえお母様、小兄様いらっしゃらないのかしら。一周期。どうだろうね。いらっしゃるならもういらっしゃってるはずね。お兄さんもお忙しいんでしょうきっと。それに遠いとこだし、まあ達者でいてくれればそれでいいの。でもいらっしゃればいいのに。そうもいかないんでしょう。そうかしら。
無事に済んで、お天気も良かったし。そうですね。ゆうべパラパラってきたから、今日どうなるかと思って。そうね、降られたら大変だったわね。庄司らは間に合わないと思ったけど。相変わらずね、あんた。いい加減心配しちゃった。いや、海が荒れたもんで、こんなはずじゃなかったんですよ。でもまあ、うまく済んで、仏様もきっと喜びよ。そうですわね。今日のお経はバカに丁寧だったじゃありませんか。ああ、参ったね。簡単にごくありがたいとこだけって次に言っといたんだけど、どうもしびれが切れちゃって。りょうちゃんったら大変。お布団が休んでも立たないの。私に捕まってやっと証拠したんだよ。しょうちゃん、どうあっち。どうって。やってる相変わらずタイツリー。それどころじゃありませんよ。なかなか忙しい。そうゆっちょさん、ちょっと話があるんだ。しばらくあっち行っててくれないか。用があったら手を立てく。メイニーさん。お母さんや節子はどうして久米山の地に住んでるんです？いや、別にどうってことはないけど。どうして兄さんの家にいないんですか？初めいていただいたんだよ。それでどうしたんですか？それで姉さんの方へ行かれたんだ。姉さんはどうしたんですか？どうもしないわよ。来ていただいたのよ。それで？お母様はご自分で勝手に久米沼の方いらしたのよ。そんなバカなことないですよ。そうよ。それは翔さん、私がお願いしたんですよ。お母さんは黙ってらっしゃる。とにかくお母さんが行きたいと言ったにしろ、あんなところに黙って行かしとく方法はないじゃありませんか。あのうちを売るって言った時、あれはせいぜい辞書だけの値段だからって。それは兄さん覚えてるでしょ。あのうちがどんなに傷んで住むに耐えないか、それは兄さんよく知ってるはずじゃありませんか。実は帰ってきてみて驚いたんだが、お母さんや節子があんなところにやられてるなんて。これだけ立派な兄弟が揃ってるんだから、僕はお母さんには何不自由なく暮らしてもらってると思ったんだ。それは翔さん、いろんな事情があったのよ。どんな事情なんです？そんなこと言ったってあんたこっちにいないんですもの。それは僕がこっちにいるいないの問題じゃないんだ。あんた方の誠意の問題なんだ。まさかお父さんが亡くなって急にお母さんが邪魔になったわけでもあるまいと思う。どうです姉さん。僕は何も知らないで安心して向こう行ってたけど、これは確かにみんなを買いかぶりすぎたことになる。そうとしたらお母さんや節子の面倒くらい僕が見たんだ。たやすいことだ。僕にだってできない相談じゃないんだ。例えば食うや食わずの人間だって親と子の中はもっと温かいはずのものなんだ。どれもこの一つ腹から生まれながらそのお母さんの面倒を見られないなんて、それも長い間じゃないんだ。たった1年経つか経たないから。こんなことで何がお父さんの主義だ。なんでこんなことで仏さんがお喜びになるもんか。あんまり虫が良すぎやしませんか。綾子はどうした？どうして来てもらわなかったんだ。言ってみろ。そりゃうちいらっしゃる前にお母様が久米沼の方いらっしゃるようにお決めになったのよ。なぜ来ていただかなかったの？なぜお願いしてても来ていただかなかったの？お願いしててもそうするのは本当じゃないか。いや、それはそうも思ったんですがね。そう思ったらなぜしないの？そう思っただけでは何もならないんじゃないか。いや、でも。何がでもだ。はっきり言ったまえ。君はいつも口先だけど。口先なんかどうだっていいんだ。問題は誠意のあるなしだ。そんな失礼な。何を失礼だ。君は帰ってよろしい。しかし帰ってよろしい。綾子、ちょっとここ来い。座れ。お前も一緒に帰れ。いい夫婦だ。立派なもんだ。今晩よく寝て考えろ。姉さんも帰りますか？ええ、帰りますよ。お帰りなさい。お先。送りませんよ。病吉によろしく。どうです兄さん。僕の言ってることに間違いありますか？間違いなければ兄さんにも帰っていただきましょうか。どうぞご遠慮なく。さよなら。この感じはお宅一人にありますよ。
泣くことはありませんよ。あれくらいやってやらなきゃ聞きませんよ。1年向こうに行ってるとよくわかるんですが、ああいうやつには一つ暮らしてやった方が手っ取り早いんですよ。どうもお父さんの一周金が飛んだことになっちゃって、お父さんもさぞ驚いておいてでしょうけど、これでみんなが考え直して仲良くなってくれりゃいいじゃありませんか。そうなればお父さんだって僕の乱暴もきっと笑って許してくださると思うんです。泣くことはありませんよ。これでよくなるんです。お母さん、節子、ねえお母さん。さあ、お母さん食べましょう。おい、節子、食べよう。いや、体良くなりますよ。これできっと良くなりますよ。節子、泣くな。さあ、たくさん食べてください。おかわりはたくさんあるんだから。さあ、一ついただくかな。皮を緩めて。これはうまい。お母さん、これはあがなさい。これとてもうまいですよ。向こうにはこんなうまいものないですからな。どうだ。お前もどんどん食べてもっと太るんだな。太る。それは僕がこっちに来てお母さんと一緒に住めばいいんですが、僕の向こうの仕事もだんだん面白くなってきて、ここのとこ一番大事な時なんで、ちょっと手放して帰ってくるわけにいかないんで、ね、どうでしょう。お母さんと哲が思い切って僕と一緒に向こうへ行ってくれると一番ありがたいんですが、ね、どうでしょう。さあ、でも私のような年寄りが。そんなことなんともありませんよ。それは100になって富士山登る人もいるし、腰が回って善光寺参りする人だってあるんだし。年じゃありませんよ。お母さんが天津に行ったからってちっともおかしくありませんよ。そうだろうか。そうですよ。節子だって向こう行けばどこへ勤めようとどうしようと文句言うやつなんか一人もいやしないよ。よく考えていいと思ったら何だってどしどしやることだ。人が何と思うとそんなことは構えしないよ。対面だとか体裁だとか世間体だとかそんなことじゃ何もできやしないよ。ねえ、向こう行ってごらんなさい。のんびりしてていいですよ。頭が使えなくて急に天井が高くなったような気がしますよ。平気ですよ。ねえお母さん。それに兄さんだって姉さんだってもうすっかりよく分かって謝りに来てくれたから、それは東京がいいなら誰のとこだって構えしないけど、ねえ僕のところに来てくださいよ。そうしましょう。ね、行こうじゃありませんか。節子、お前どうだ。私は平気よ。そうだな。ねえお母さん、そう決めちゃいましょうよ。いいですよ。あんたさえ足手まといでなければ。決まりましたね。キロ、お前はどうする。はい。どうだ。およろしかったら私もお供させていただきます。偉い。みんなお母さんやお前のような年寄りが無情しないでどんどん向こう行ってくれればとてもいいんだ。いや、決まりましたね。いいんですね。あ、この休館長も連れて行きましょう。こいつはこれ以上色の黒くなる心配ありませんよ。ねえお兄様、ちょっとお話があるの。なんだよ。なんだよ。ねえお兄様、お嫁さんおもらいにならない？ねえ、どう？ねえ、とてもいい方があるんだけど。ねえ、いかが？それともお兄様、他にどなたかお好きな方でもいらっしゃるの？ねえ、いらっしゃる？めんどくないけどおらんよ。そう、じゃあ聞いてちょうだい。とてもいい方よ。どこの人だ。私のお友達。いい女が。とても綺麗な方。頭が良くて、素直で、優しくて。とてもいい方よ。
それは大したもんだな。お前のお友達にそんなのいたかい？ええ。誰だよ？時子さんよ。ああ、あれか。あのおかめか？まあ。ねえ、どう？あれじゃ俺がかわいそうだろ。そうしゃ。お兄さんには過ぎ物よ。俺は面には自信がないよ。時子さんならお母様も大好きなんだし、お兄様には一番いいと思うんだけど。お母さんもお好きなのか？ダメよ、お母様のせいになっちゃ。お兄様よ。ねえ、どう？お好き？うん、そうでもない。お嫌い？うん、そうでもない。じゃあどっち？うん。まあ、お前に任せるよ。いいようにしてくれ。まさかそう怖い女でもあるまい。まあ、じゃあいいのね。決めたわよ。決まりましたのよ。おい、ちょっと待て。今度はお前に話がある。まあ、座れよ。俺のことはお前に任せたんだから、お前のおんこさんも俺に任せないか。ええ。人間贅沢言っちゃ気がない。俺も贅沢言わなかったんだから、お前も言うまいな。ええ。うん。まあ、色は少し黒いけど、がっちりしてて親切で。見たとこあんまり綺麗じゃないけど、俺にはどうだ？嫌か？そうか。そんなの向こう行きはたくさんいるんだ。その中で一番いいのを見つけてやる。任せな。ええ。よし、心配すんな。安心してろ。おい、急に寄せ使わないよ。あら、お母さん、時子さんよ。いらっしゃい。こんにちは。ねえ、お兄様、ちょっといらしたわよ。誰が？時子さんよ。お話しするわよ。あと、なってくださるのよ。いいこと？嫌だね。あら、どうして？僕は恥ずかしい。嘘をしや。本当だよ。ねえ、あとなってくださるわね。いいこと？嫌だね。絶対勘弁してくれよ。いけません。私にお任せになったんですよ。そしたら私の言うことって聞くものよ。よくって？いや、やっぱり恥ずかしいよ。まあ、そんなお兄様らしくもない。いつも何の元気でおやりになればいいのよ。何でもないじゃないの？いや、そうもいかんよ。これは違うよ。人間には誰だって苦手な一つくらいあるもんだ。元気にだって一つところ泣きどころがあったし、ジークリーズさえ背中に一つ持ってたんだ。俺にだってあるさ。ダメダメ、そんなこと。あ、頼む。勘弁してくれよ。いけません。いらっしゃらないとこちらお連れするわよ。おい、おい。いつもいただいてばかりおりまして。つまんないものばかりだ。いらっしゃい。こんにちは。よくいらしたわね。何がしゃ？新橋知事もなかっそう、食わなかった？た。いいえ。また結構なものいただいたの。そう。どうもありがとう。すみません。こちらお兄さんへですって。まあ、ありがとう。何？お酒の魚。からすぎてこなかった。まあ、素敵。きっと喜ぶわ。ちょっとあげてこよう。あら。ねえ、キヨ、お兄様は？ただいま裏の方から急いでお出かけになりました。まあ。